で後ろの髪の毛を折っていきます。想像よりも難しいと思っていただいて大丈夫ですね。どっちかといったらこれとかこれの方が。おいちょっと待て、こんな途中からじゃわからないじゃないか。ムーディーブルース。巻き戻してリプレイ再生する。7分前からでいいか。はい、皆さんこんばんにちは、さとけんです。今回はジョジョの奇妙な冒険第5部のアバッキオですね。レオネアバッキオの髪型を作っていきます。髪型は結構トゲトゲしていますね。キャラクター的にもツンツンなんですけれども、肩より後ろの髪の毛が途中でバキッと折れて真横に向かって立っている形になっています。あとは頭のてっぺんにあるこの紫の部分ですよね。ここ結構謎かと思いますので、後ほどしっかり解説していきます。ベースはこちらのシルバーのロングウィッグを使います。おでこの生え際が見える髪型なのでオールバックのウィッグを使っていきます。あとは毛量を少し足したいので毛束も使っていきます。久々にチャリオツを出した気がしますね。この辺りの毛量が少ないのでここに毛束を足していきます。同じ作業反復なので早送りしていきましょうか。いやほんと編集してて思うのが、ムーディーブルースが動画向きのスタンドすぎて、スタンドのパワー自体は全然戦闘用じゃなくってアバッキオの素手の方が強いんですが、動画用としては最高ですね。毛束を脱いで終わるとこんな感じです。続いてカラーをしていきます。鍋のお湯の中に塩と促進剤、あとは染料の粉ですね。今回はポリエステルダイのパールグレーとブラックをほんのちょっとだけ使っていきます。髪色的に黒いるんってなりそうですが、理由があるのでこの後説明します。イエスアイアン。今回染めようとしているアバッキオの髪色はどちらかというとアニメ版の色に近いですかね。ほんのり紫がかった薄いグレーにしていきたいと思っていて、なので紫を入れてしまうとこのシルバーの一句がもう超絶紫になってしまうので、彩度の高い紫にならないように黒の染料が黒くなる前に出る一瞬の鈍い紫だけを使ってこの短い時間で染めていった感じですね。染まったら色が出なくなるまで洗っていきます。煮ると案の定絡まりますが、これを乾かしてしっかりストレートアイロンで伸ばした後に生え際のいらない布をカットしておきます。これでカラーが終わりです。こういうタイプの髪色は白色光、外の光と電球色で見える色が少し変わるので、細かいところは噛んでいくしかないですね。アバッキオの頭のてっぺんの紫のものは、あれは帽子兼ヘアバンドが公式で言われているところですね。僕最初染まってると思ってましたね。このペラいものがどうやって頭のてっぺんに止まっているんだろうっていう疑問をずっと持ちながら作っていましたが、一番最後に自分の中でこうなんじゃないかっていう答えは出てますけれども、なんとなくツヤツヤすぎるとヘルメットみたいになるかなと思ったので、ツヤを抑えたスエードで作ってみたところです。続いてヘアカットをしていきます。アバッキオのヘアカットは耳前は前上がり、耳より後ろはまっすぐカットしていきます。で、顔周りの段がすごく入っていて、後ろが段が少ない、そんな感じの髪型になっています。顔周りは前上がりに切りたいので、顔の前の方に斜めに引いて、かつ持っている手も斜めに持った状態で切ると、だいたいこれくらいですね。45度くらいで切れます。反対サイドも同じように角度をつけて斜めに切ったら、真後ろはまっすぐ真横にカットしていきます。で、レイヤーですね。段を入れる際は顔の周りの毛束はしっかり持ち上げて、後ろに行くに従ってだんだんパネルを下げて持っていきます。
さっき長さを説明した時に手の位置と図の位置少しずれてたと思うんですけれども、途中でですね、やっぱこれちょっと長いなと思って一回切り直してますね。これ長い状態で折り返してちょうどいい長さになるようにもう一回切り直したところですね。セットした時に前髪がだいたい鎖骨くらい、後ろが肩下10センチくらいですかね。長さを決めたらトゲトゲ感を出すために毛先をチョップカットでなじませておきます。あまり少なくて大丈夫ですね。と言いつつ後でこの毛量にちょっと苦戦することにはなるんですけどね。カットが終わるとこんな感じです。アバッキョがもし近所のコンビニに行くぐらいの適当なノリで出かける感じだったら、セットしないで帽子ちょんでこんな感じで出かけてるかもしれないですね。風で吹っ飛ぶし、イタリアにコンビニないらしいんですけどね。次はストレートアイロンでセットの土台を作っていきます。温度はいつも150度ですね。逆ですね。150度でやっていきます。もともとオールバックのウィッグですが、染めた時の熱で毛流れがしっちゃかめっちゃかになっているので、アイロンで熱を根元にしっかり当てて、もう一度オールバックに直しておきます。本当は絵とかで見ても分け目が見えないのであんまり分けたくないんですが、どうしても形上センターパート寄りになります。前髪の生え際に角を作っていきます。両サイドのちょうど目尻に前髪がかかるようなところで根元からしっかり折っていきます。あまり上持ち上げすぎるとセフィロスになりますね。たまにセフィロスとアバッキオ似てるで出てきますが、セフィロスの方が後ですね。イヤーツーイヤーですね。耳の前と後ろで分けて、耳の前は両サイドに2本ずつ分けておきます。真後ろの髪は5等分でいいんじゃないかなと思います。なので今回は9本の毛束がありますね。一番顔に近いところはもうストレートですね。2本目がほんのり外羽になっていれば OK です。反対サイドも同じです。で、後ろの髪の毛を折っていきます。これがですね、今これ仮でただ後つけているだけなんですけれども、想像よりも難しいと思っていただいて大丈夫ですね。どっちかといったらこれとかこれの方が僕は簡単に思ってしまいました。後でちょっと理由は軽く説明しますね。アイロンで熱を当てた毛束をコームのテールで折り目をつけて形を作っていきます。アイロン後の毛束は熱いので気をつけてください。スタイリング剤はこちらのクレイジーミストを使っていきます。今回ほぼこれだけですね。ちょっとスプレー使ったかな。クレイジーミストを毛束に吹きつけて、それを形を整えた上でドライヤーの熱で乾かしてあげることで、かなりしっかり形状記憶することができます。反対の前髪も同じように形を作っていきます。なんとなくこの髪型、この長さだとアバッキオって一瞬サラサラヘアっぽくも見えなくはないじゃないですか。もう絶対に無理です。もう上から下までバッキバキじゃないと無理ですね。前髪だけは別ですね。耳の前の2本はそんなにバッキバキじゃなくても問題ないですが、全体の質感を合わせるために今回は全てクレイジーミストでセットしています。ちょっとだけ NG 集にお付き合いくださいね。かなりの回数試行錯誤してかなりの数失敗をした感じですね。やる気を失うことはないんですけれど、何度かやり直して、やっぱり折り方一番良かったのはアルミホイルで折るパターンですね。他の動画でも何度か前にやってはいるんですが、アルミホイルで折ったところをしっかり熱を当てて冷ましてあげると、こうグキッと折ることができます。実際この角を固めることよりも、実は毛束の裏側とかさっき言った上の方をバキバキにしてあげる方がこの角を保ちやすいということが起こります。なぜかを考えた結果、この部分の重力が毛束を真ん中に押してしまうという謎現象が起こるんですよね。なので上だったり裏側をバキバキにしてあげた方が押されなくて済むという感じですね。ぶっちゃけ肩あれば解決なんですけどね。そうだな、
私は結果だけを求めてはいない。結果だけを求めると人は近道を従うものだ。動画を飛ばすことだってあるだろう。それはいいんだ。みんな忙しいから。だが大切なのは真実に向かおうとする意志だと思っている。意志さえあれば、途中でわけのわからん失敗をしたとしてもいつかはうまくいくだろう。向かっているわけだからな。たとえ手がカピカピになってスマホが反応しなくなったとしてもだ。違うかい？いや、ちょっとマイクを新しくしたんでね、いろいろ喋ってみたくなったので、茶番にお付き合いいただきましてありがとうございました。毛先を整えたらこれで完成です。はい、これでアバッキオの髪型が完成です。こんだけやっといて唇が紫なだけでアバッキオに見えるのはなんででしょうね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。それでは。